この帯の柄、光の角度によって表情がまるで変わりますね。皆さんこんにちは、ホストの松岡です。それこそが、西陣織ならではの魅力なんですよ。堀田さん、この帯を織るのに、どれくらいの月日がかかったんですか？この一本だけで、3ヶ月近くを費やしています。3ヶ月ですか？想像をはるかに超える時間です。この動画は N2 レベルのリスニング練習です。よろしくお願いします。堀田です。京都の西陣で織師をしております。今日はその途方もない手間の裏側をじっくり伺いたいと思っています。出てきた文法は最後にまとめてご紹介しますね。奥の深い世界ですから、話し出したら止まらないかもしれません。それは何よりです。それでは早速伺っていきましょう。西陣という土地の名前自体、実は戦に由来しているんです。戦ですか？織物の産地というイメージとはかけ離れている印象です。室町時代に起きた応仁の乱で、西軍がこの地に陣を敷いたことに端を発しています。なるほど、西の陣という言葉がそのまま地名になったわけですね。織自体の起源は、それよりもはるかに古く遡ります。どれほど古い時代まで遡るものなんですか5、6世紀頃、大陸から渡ってきた紳士という一族が、養蚕と絹織の技術を伝えたとされています。渡来の技術がこの地に根付いていったんですね。その後、平安京に都が移されると、朝廷は専属の織部氏という役所を設けました。それは宮中で使う衣装を作るための組織だったんですか？おっしゃる通りです。貴族たちの華やかな装いを支えるべく、織の技術は宮廷文化とともに洗練されていきました。優雅な文化の陰に職人たちの研鑽があったわけですね。しかしながら、栄華を極めたこの産業も、応仁の乱によって一度は壊滅的な打撃を受けます。職人たちはその戦乱をどのように乗り越えたんですか？多くの職人が、堺をはじめとする各地へと避難を余儀なくされました。避難先で新しい技術との出会いもあったと聞いたことがあります。そうなんです。堺では、明から伝わった最新の技法に触れる機会があったようです。それが、後の西陣織の技術に何らかの影響を及ぼしたんでしょうか？大いに影響を与えたと考えられています。戦乱が収まると、職人たちはかつての陣地の跡に戻り、そこで新たに木を据えたのです。それこそが西陣という地名の由来なんですね。壊滅と再生が、そのまま名前に刻まれているわけです。以来、職人たちは公家や武家からの需要に応えるべく、金蘭やドンスといった、より豪奢な織物を生み出していきました。江戸時代に入ると産業としてはどのような様相を呈していたんですか？江戸時代こそ、西陣織における黄金期と称されています。町全体が、まさに織の音に包まれていたそうです。一つの地域の音風景が丸ごと織物の音で占められていたというのは、なんとも壮観です。明治の世に移り変わると、西洋からジャカード織機という画期的な機械が導入されました。それは生産のあり方を根本から覆すほどの発明だったんでしょうか？まさしくそうです。従来、熟練の職人が長い年月をかけて培ってきた勘に頼っていた複雑な柄を、
問旨という指示書によって再現できるようになったのです。職人の勘が機械の言語に置き換えられていったということですね。そのおかげで、それまで一部の熟練者にしか成し得なかった精緻な文様が、比較的短期間で織り上げられるようになりました。とはいえ、機械化が進んだからといって、手仕事がすべて姿を消したわけではないんですよね。おっしゃる通りです。金糸や銀糸を用いる繊細な工程や、つづれ織りのような技法は、今なお職人の手仕事に委ねられています。技術革新と伝統の技が共存する形で発展してきたわけですね。昭和初期には、和装文化の隆盛も相まって、西陣織はまさに全盛を極めました。その繁栄は現在まで一貫して続いてきたわけではないんですよね。残念ながら、そうとは言い切れません。生活様式の変容に伴って、着物をまとう機会そのものが、着実に減りつつあります。それでも、この伝統がこうして今も息づいているという事実自体が、何よりの証のように思えます。そう言っていただけると、この道に身を置く者として、こんなに励まされることはありません。西陣織と一口に言っても、技法は一つではないんですよね。その通りです。つづれ、ドンス、七鎮など、実に12種類もの技法が伝承されています。それぞれの技法によって、質感や光沢の出方にも違いが生じるんでしょうか。大いに異なります。中でも、私が長年携わってきたつづれ織りは、他の技法とは一線を画す特殊な手法なんです。一線を画すというのは、具体的にどのような点においてなんですか？多くの技法がジャカード織機に頼る一方で、つづれは今なお、爪を用いて抜き糸をかき寄せていく。極めて原始的な手法を貫いているんです。爪をですか？工具の代わりにご自身の爪を使われるということですか？はい。爪の先をノコギリの刃のように細かく削り、それで糸を一本一本かき寄せていくんです。それは、あらかじめ道具として爪を整えていらっしゃるということなんですね。ええ。この爪なくして、つづれの繊細な質感は到底生み出し得ないんです。一日の作業でどれほどの範囲を織り進められるものなんですか？複雑な文様ともなると、わずか数センチ四方を織るだけで、一日が終わってしまうことも珍しくありません。数センチだけで一日ですか？にわかには信じがたい根気です。集中力が途切れた瞬間、糸の目が乱れ、それまでの労力が水泡に帰しかねません。一瞬の油断が、それまでの積み重ねを台無しにしてしまうわけですね。それだけに、作業中は雑念を排し、糸とだけ向き合うような心持ちになります。一つの帯が完成するまでには、つづれ以外にも様々な工程が関わってくるんですよね。そうなんです。図案を描くもの、それを織るための指図書に落とし込むもの、糸を染め上げるものと、20を超える専門の職人が分業の形で関わっているんです。一人の職人が全てを担うわけではないんですね。むしろ、それぞれの工程を極めた専門家たちが連携することによって、初めて西陣織という一つの完成品が成り立つんです。堀田さんが手掛けていらっしゃる部分は、その分業の中でどのあたりに位置づけられるんですか？私は、図案をもとに実際に木に向かい、糸を織り込んでいく、いわば最終工程を担っています。それまでの職人たちの仕事を、
最後に一つの形へとまとめ上げる役目というわけですね。重い責任を負う皇帝であるだけに、緊張を強いられる場面も少なくありません。織り上げる際に最も神経を使う瞬間はどのあたりに訪れるものなんですか？色糸を切り替える境目です。ここでわずかでも狂いが生じれば、文様全体の輪郭がぼやけてしまいます。色と色の境目というごく限られた一点にこれほどの神経を注ぐわけですね。見る人からすれば、ほんの小さな部分に過ぎないでしょう。しかし、その積み重ねこそが、全体の完成度を決定づけるんです。色の組み合わせは、どなたが最終的に決定されるものなんですか？図案家が大まかな方向性を定めますが、実際に糸を手に取った瞬間に、微妙な調整を加えるのは私の役目です。自分自身が納得のいく色合いに仕上がらない限り、糸を木にかけることはしません。この糸の質感からして、並大抵の職人の手には負えない代物です。図案という設計図がありながらも、最終的な判断は職人の感性に委ねられているわけですね。糸というものは、光の当たり方によって表情を変えます。図案の紙面だけでは、その揺らぎまでは捉えきれません。西陣織特有の色の哲学というようなものは存在するんですか？派手さを追い求めるのではなく、複数の色を重ね合わせることで、奥行きのある発色を目指すという考え方があります。派手であることと豪華であることは必ずしも同義ではないということですね。その通りです。金糸や銀糸を用いる際も、それを主張させすぎず、他の色と調和させることに重きが置かれます。そうした色の感覚は、どのようにして体得されていくものなんですか？言葉で教わるというより、無数の失敗を重ねる中で、体に染み込ませていくほかありません。理屈ではなく、経験の蓄積そのものが、感覚を研ぎ澄ますということですね。色の微妙な違いを見極めることにかけては、誰にも引けを取らない自負があります。若い頃は、師匠に色の選び方を厳しく指摘されるたび、自分の未熟さを痛感させられたものです。これでは見るに耐えないと、師匠に一蹴された作品も、一つや二つではありません。師匠の存在は、堀田さんにとってどのようなものだったんですか？厳しさの中に、深い慈しみをたたえた方でした。今でも、迷った時には、師匠の言葉が脳裏をよぎります。師匠の教えが、時を超えて、今なお堀田さんの中に息づいているんですね。師匠なくして、今の私は到底ありえませんでした。恩を返すべく、後進の育成にも力を注いでいます。後進の育成という点では、今どのような取り組みをされているんですか？工房に若い見習いを一人受け入れ、かつて師匠から授かった技を、今度は私自身の手で伝えている最中です。堀田さんご自身は、そもそもどのような経緯でこの世界に足を踏み入れられたんですか？実家が織屋を営んでいたわけではなく、むしろ縁もゆかりもない家庭の出身です。それは意外です。てっきり、代々受け継がれてきた家業なのかと思い込んでいました。学生時代、たまたま訪れた展示会で、一枚の綴れ織の帯を目にしたことが、すべての始まりでした。その一枚の帯に、そこまで心を奪われた理由は、どのあたりにあったんでしょうか？人の手によって、ここまで緻密な世界が生み出せるものかと、ただただ圧倒されたんです。一目見ただけで、
人生の方向を左右するほどの衝撃を受けられたわけですね。その日のうちに、展示をしていた工房に押しかけ、弟子にしてほしいと直訴しました。突然の申し出に、当時の師匠はどのような反応を示されたんですか？案の定、剣もほろろに断られました。素人がそう簡単に踏み込める世界ではないと。はっきり告げられたんです。そこで諦めてしまわなかったからこそ、今の堀田さんがいらっしゃるわけですよね。来る日も来る日も工房の前に立ち続け、根負けした師匠が、しぶしぶ入門を許してくれました。念願かなっての入門だったわけですが、修行の日々は想像通りのものだったんですか？甘い期待は、初日にして木っ端みじんに打ち砕かれました。最初の3年間は、糸にすら触れさせてもらえなかったんです。入門したての私は、頭で考えるより先に体を動かそうとする、性急な嫌いがありました。3年間も掃除だけをさせられるとは、入門する前には想像だにしていませんでした。糸に触れることすら許されないというのは、想像を絶する忍耐を強いられる日々だったのではないでしょうか。来る日も来る日も、工房の掃除と道具の手入れに明け暮れました。何度も心が折れかけました。それでもやめずに続けられた原動力は一体何だったんですか？師匠がおる姿を傍らで眺め続けるうちに、いつか自分もあの域に到達したいという渇望が募っていったんです。技そのものよりも先に、まずは師匠の後ろ姿に憧れを抱かれたわけですね。4年目にして、ようやく木に座ることを許されました。あの日の高揚感は、今でも鮮明に覚えています。実際に木に向かってみて、それまで思い描いていた世界との落差は感じられましたか？愕然としました。頭では理解していたつもりの理論が、指先では何一つ再現できなかったんです。知識として理解することと、体で体現することの間には、これほどまでの隔たりがあるものなんですね。そこから、さらに10年の歳月をかけて、ようやく師匠から、一人前という言葉をいただけました。その言葉をいただいてからというもの、迷いという迷いが、嘘のように消え去りました。13年という歳月を経て、ようやくたどり着いた境地だったわけですね。その言葉をいただいた瞬間、これまでの苦労のすべてが、報われたように感じられました。長い年月を経たからこそ、その一言の重みも、また格別だったんでしょうね。一人前と認められてから、どれくらいの年月が経っているんですか？かれこれ20年近くになります。それでもなお、日々新たな発見に出くわしているような感覚です。一人前という到達点にたどり着いてなお、学びが尽きることはないんですね。むしろ、一人前になってからの方が、この道の奥深さを痛感させられている気さえします。これまでに手掛けた作品の中で、特に印象深いものはありますか？ある寺院の伝統的な法への復元を任された仕事です。文献を手がかりに、失われた技法を蘇らせる過程は、途方もない挑戦でした。失われた技法を資料だけを頼りに再現するというのは、並大抵の作業ではなさそうです。試行錯誤の連続でした。手がかりが乏しい中、幾度となく糸口を見失いかけました。それでも最終的には、見事に完成へとこぎつけられたわけですよね。完成した法絵を住職にお渡しした際、涙ぐんでいらっしゃる姿を目の当たりにして、胸に迫るものがありました。職人冥利に尽きるという言葉は、
まさにこういう瞬間のためにあるように思えます。技術を磨くことの先に、誰かの心を動かす瞬間があるからこそ、この仕事は続けられるんだと思います。海外の方から作品の評価を受けられることもあるんですか？近年は、海外の美術館からの依頼も舞い込むようになりました。西陣織という存在が、国境を越えて評価されつつあるのを実感します。日本国内にとどまらず、世界的な評価を得つつあるというのは、実に喜ばしいことです。堀田さんにとって、美しい織物とは、どのようなものを指すんですか？一見して華やかなものが、必ずしも美しいとは限りません。むしろ、まとう人の所作に馴染み、静かに引き立つものにこそ、真の美が宿ると考えています。自己主張の強さよりも、着る人に寄り添う姿勢こそが、堀田さんの目指す境地なんですね。織物は、あくまで着る人を引き立てる脇役に徹するべきだというのが、私なりの信条です。その信条は、師匠から受け継がれたものなんですか？師匠の教えに即して申し上げるならば、その考え方そのものが、まさに師匠の哲学の核心でした。技だけでなく、美に対する価値観そのものまで、脈々と受け継がれてきたわけですね。技と精神は、切り離せるものではありません。両者が揃って初めて、一枚の織物に魂が宿るのだと思っています。職人という言葉の重みを改めて実感させられるお話です。とはいえ、こうした精神論を語ったところで、実際に手を動かさなければ、一枚の布すら生まれません。理念と実践、その両輪があってこそ、初めて成り立つ世界なんですね。ここで、視聴者の皆さんにも、一つ伺ってみたいことがあります。皆さんの国にも、こうした長い年月をかけて技を継承していく伝統工芸は存在しますか？よろしければ、コメント欄で聞かせてください。華やかな世界である一方で、業界全体としては、厳しい局面に立たされているとも耳にします。残念ながら、それは紛れもない事実です。着物を日常的にまとう機会そのものが、年々失われつつあります。需要の縮小は、職人の数そのものにも影響を及ぼしているんでしょうか？深刻な影響です。後継者が育たないまま引退を迎える職人が後を絶ちません。技そのものが担い手の不在によってこの世から消えかねないという危機感があるわけですね。かつては数千件を数えた織屋も今や当時の数分の1にまで減ってしまいました。それほどの減少を目の当たりにされて、堀田さんご自身はどのような心境でいらっしゃるんですか？正直なところ、焦燥感に駆られることもあります。とはいえ、悲観ばかりしていても、事態が好転するわけではありません。悲観に暮れるのではなく、できることを一つずつ積み重ねていく姿勢こそが、堀田さんらしいと感じます。工房の経営という観点からすると、若い担い手に見合う賃金を用意できないことも、大きな課題です。技術の継承と経営の持続可能性とは、切っても切り離せない問題なんですね。技術がいくら卓越していようとも、それを支える経済基盤なくしては、次の世代へとつなぐことは叶いません。そうした厳しい状況を打開すべく、何か新たな試みをされているんですか？着物という枠にとどまらず、舞台衣装や現代アートとの協業にも、積極的に活路を見出そうとしています。
そうした新分野への挑戦は伝統を裏切ることにはならないんでしょうか？むしろ逆です。時代に即した形で技を使い続けることこそが、伝統を風化させない唯一の方法だと考えています。伝統を守るということは、決して過去に固執することとは同義ではないんですね。変化を恐れるあまり、時代に取り残されてしまっては、それこそ本末転倒だと思うんです。技を時代に合わせて磨き続けることこそ、私たちに課せられた責務に他なりません。そうした新分野の仕事の中で印象に残っている案件はありますか？海外のオペラの舞台衣装を手掛けた際、演出家から、西陣織でしか出せない光沢を強く所望されたんです。当初の予想に反して、海外からの依頼は年を追うごとに増え続けています。西洋の舞台芸術の現場でも、この技でなければ得られない価値が、しっかりと認識されているわけですね。国や文化の垣根をめぐって議論するよりも、まずは目の前の一枚の美しさに、共感してもらえたことが何よりの喜びでした。そうした国境を越えた評価は、後継者問題の解決にも一助となり得るものなんでしょうか？即効性のある解決策とまでは言えませんが、若い世代にとって、この仕事への憧れを育む一助にはなり得ると信じています。これから先、西陣織という文化がどのような形で存続していってほしいと願っていますか？着物という枠に縛られることなく、あらゆる形でこの技が息づいていってくれれば、それに勝る喜びはありません。形式にこだわるよりも、技そのものの命を絶やさないことこそが、堀田さんにとっての本質なんですね。たとえ形が変わろうとも、根底に流れる職人としての矜持さえ失われなければ、この文化は生き延びていけると信じています。最後に、この動画をご覧になっている方々に伝えたいことはありますか？もし機会があれば、実際に工房に足を運び、木の音をその耳で聞いていただきたいです。画面越しでは伝わりきらない、あの独特な緊張感や息遣いを、直接感じ取っていただきたいということですね。そうなんです。この一本の糸の向こうに、途方もない歳月と無数の職人の手が存在することを、感じ取っていただけたら本望です。一本の糸の重みをこれほどまでに雄弁に語られると、次に西陣織を目にする際の見方が確実に変わりそうです。そう言っていただけることが、この道を歩んできた者にとって何よりの励みになります。今日、こうしてお話を伺う中で、堀田さんの職人としての矜持が随所に感じられました。拙い言葉ではありましたが、少しでもこの世界の奥行きが伝わっていたなら、これに勝る喜びはありません。決して拙くなどありません。むしろ、一言一言に長年培われた重みを感じました。西陣織は単なる産業という枠を超えて、京都という土地そのものの誇りとも言える存在なんですよね。おっしゃる通りです。祇園祭の山鉾を彩る化粧品の多くにも、西陣織の技が用いられているんです。あの荘厳な山鉾の一部を西陣の職人たちが支えているというのは、京都の人々にとって大きな誇りに違いありません。地元の子供たちにとっても、木の音が響く街並みは、幼少期から馴染み深い原風景なんですよ。堀田さんご自身も、そうした音風景の中で育たれたんですか？私はよそから移り住んだ身ですが、
初めてこの町に足を踏み入れた際。木の音が幾重にも重なり合う光景に、深く心を揺さぶられました。よそから来られた方の目からしても、それほど印象的な光景だったわけですね。京都という都市の品格そのものが、西陣という産業によって、長きにわたり下支えされてきたと言っても過言ではありません。観光という側面から見ても、西陣織は京都の魅力の一角を担っているんでしょうか？近年は、実際に機を織る体験ができる施設も増え、訪れる方々の関心は着実に高まりつつあります。実際に体験することで、この技の困難さを肌で実感できるわけですね。わずか一列を織るだけでも、その労力に驚嘆される方がほとんどです。それこそが、何よりの説得力を持つのだと感じます。地域全体でこの文化を守ろうという機運も高まっているんですか？自治体や商工会議所による支援も、以前に比べて手厚くなってきていると感じます。行政と職人、両者が手を取り合って、この伝統を守ろうとしているわけですね。とはいえ、支援だけに頼り切るのではなく、職人自身が主体的に発信を続けていく姿勢も、欠かせないと考えています。そうした発信の一環として、今日のような場に立たれることも大切な役割なんでしょうか？正直に申し上げると、当初は人前で話すことに、大いに気後れしておりました。それでも、こうしてお引き受けくださったのは、どのような心境の変化があったんですか？一人でも多くの方に、この技の存在を知っていただかない限り、次の世代へとつなぐ道そのものが、先細りになりかねないと痛感したからです。職人としての誇りだけでなく、地域の文化を担う者としての使命感も、その決断を後押ししたわけですね。京都という土地に育まれた技である以上、その恩をこの土地に、そしてこれを見てくださる皆さんに、少しでも還元したいという思いがあります。一つの技の継承が、一つの地域の誇りそのものを支えているという事実を、改めて実感させられるお話でした。堀田さん、今日は誠に貴重なお話をありがとうございました。さて、皆さん。西陣織をめぐる今日のお話はいかがでしたでしょうか？想像だにしていなかった一面に出会えましたか？会話の中で聞き取れなかった文法表現はありましたか？答えを申し上げる前に、ぜひコメント欄で予想を立ててみてください。それでは、本日出てきた文法を順を追って振り返っていきましょう。まずは、ことにはです。感情や感想を先に述べるときに使う表現です。意外なことには、のような形で話題の冒頭に置かれることが多いですね。次は、限りです。ある範囲や条件の中でという意味を表します。見る限りのように判断の根拠を示す場面で使われていましたね。それから、ない限りです。その条件が満たされない間は、という意味です。納得のいく色合いに仕上がらない限り、という文で出てきました。次は、とはいえです。前の内容を認めつつも、それに反する内容を続けるときに使います。機械化が進んだからといって、に近い文脈で何度も登場していましたね。それからに反してです。予想や期待とは逆の結果になることを表します。当初の予想に反してという文で出てきましたね。次は嫌いがあるです。
あまり好ましくない傾向があることを表します。性急な嫌いがありました、という文で出てきました。それからに耐えないです。とてもそんなことはできない、という強い気持ちを表します。見るに耐えないという師匠の厳しい言葉の中で出てきましたね。次は、だにです。さえに近い古風で強い強調の表現です。想像だにしていませんでした、という文で出てきました。それから、手からというものです。あることが起きて以来、ずっとその状態が続いていることを表します。その言葉をいただいてからというもの、という文で出てきましたね。次は、からしてです。わかりやすい一つの例を挙げて、判断の根拠とする表現です。糸の質感からして、という文で出てきました。それからに即してです。何かの基準に沿って、という意味です。師匠の教えに即して申し上げるならば、という文で出てきましたね。次は、だけにです。理由を強調し、その分だけ結果も大きくなることを表します。重い責任を負う工程であるだけに、という文で出てきました。それからにかけてはです。その分野や能力については、という意味です。色の微妙な違いを見極めることにかけては、という文で出てきましたね。次は、をめぐってです。それを話題や争点の中心として、という意味です。国や文化の垣根をめぐって、という文で出てきました。それからたところでです。たとえそうしたとしても、望む結果にはならないことを表します。精神論を語ったところで、という文で出てきましたね。次は、つつあるです。ある変化が、今まさに進行中であることを表します。評価されつつある、という文で何度か登場していました。それから、に他ならないです。それ以外の何者でもない、と強く言い切る表現です。責務に他なりません、という文で出てきましたね。最後は、からこそです。理由を強く強調するときに使います。長い年月を経たからこそ、という文で何度も出てきました。以上が本日登場した18の文法表現でした。一度にすべてを習得しようとせず、少しずつご自身のものにしていってください。もう一度確認したい箇所があれば、その部分だけ見返していただければと思います。今日は単なる歴史の解説にとどまらず、一人の職人の人生そのものに触れさせていただいたような感覚です。堀田さんの一言一言から長い年月をかけて培われた重みがはっきりと伝わってきました。この動画が学習の一助となりましたら、高評価とチャンネル登録をいただけますと幸いです。ご感想やご質問がございましたら、コメント欄にてお気軽にお寄せください。N2 試験をお考えの方は、今回登場した文法をぜひ復習なさってください。堀田さん、最後に一言頂戴できますでしょうか。拙い一職人の話に、これほど長く耳を傾けていただき、心より感謝申し上げます。西陣織という技が、こうして遠く離れた国の方々にまで届く日が来るとは。若い頃には思いもよりませんでした。皆さんの中に、少しでも日本の伝統文化への関心が芽生えたなら、これに勝る喜びはございません。そのお言葉、しかと受け止めさせていただきました。堀田さん、
本日は誠にありがとうございました。こちらこそ、貴重な機会をいただき、ありがとうございました。皆さんも本日は最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。一枚の帯の裏側に、これほどの物語が息づいているとは、私自身、想像だにしておりませんでした。次に西陣織を目にする機会があれば、今日の話をきっと思い出すことと思います。皆さんの日本語学習が少しでも実りあるものとなりますように。機会がございましたら、ぜひ本物の西陣織をその目でご覧になってみてください。今回の学びを踏まえて、次回の動画では、また別の伝統工芸をご紹介できればと考えております。職人の世界には、今回のように、私たちの想像をはるかに超える物語が数多く眠っています。一つの工芸を知ることは、その土地に生きる人々の歴史そのものを知ることに他なりません。皆さんも身近な伝統工芸に触れる機会があれば、ぜひその背景にも目を向けてみてください。きっと、これまで気づかなかった奥深さに出会えることと思います。本日も貴重なお時間を割いてご視聴いただき、重ねて御礼申し上げます。皆さんとまたお会いできる日を心より楽しみにしております。私からも、最後にもう一言だけ、お伝えさせてください。技というものは、決して一人の力だけで育まれるものではありません。支えてくださる方々あってこそのものだと、日々痛感しております。そのお言葉に、堀田さんの謙虚なお人柄が、よく現れているように思います。恐れ入ります。これからも、精進を重ねて参る所存です。その真摯な姿勢こそが、多くの方々の心を打つのだと思います。皆さんも、堀田さんのそうした姿勢から何か感じ取っていただけたなら幸いです。それでは、本日の内容をぜひ日々の学習にお役立てください。皆さんの学びの道にも、実りある成果が訪れますよう、心よりお祈り申し上げます。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。一つ一つの言葉を大切に積み重ねていっていただければと思います。それでは、皆さんとの再会を心待ちにしております。